こんにちは、アカデミアの富雄です。富雄アカデミアニューベーシックは第28回になります。無造作、軽やかさ、遊び心のあるショートレイヤーが今回のテーマです。ショートレイヤーはいつの時代も人気です。しかし、時代とともに新鮮に感じたり、古く感じたりします。そこで少し年齢が高年齢になった女性でも古く感じないショートレイヤーがウルフニュアンスを入れたカットになります。カット方法は基礎カット方法で誰でもカットできるようにしています。ポイントは襟足のウルフ部分であったり、前髪の処理の仕方、また質感調整で軽さを出しています。ショートレイヤーはスタイリングによって様々な表情を見せることができます。ワックスやスプレーなどを使い無造作に仕上げることでこなれ感を演出できます。またパーマをかけることでより動きのあるスタイリングも可能です。仕上げも無造作に襟足などあまり整えすぎないように作っています。はじめにこのチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳できますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが大体のニュアンスはわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語は素早く選んでいただけます。合わせてご覧ください。では仕上がりデザインをよく見ていただきます。イメージできましたら早速始めていきましょう。では動画をご覧ください。今回はウルフニュアンスのショートレイヤーをカットします。ブロッキングは前頭部と後頭部を分け、バックはセンターで分け、耳の付け根から付け根へとこのように分け取ります。まず横から顔と襟足の長さのバランスをチェックします。仕上がりイメージで襟足の長さがイメージできましたらバックから長さをカットします。襟足の長さはまず三つ襟幅でガイドを作ります。できましたらレイヤーを入れていきます。パネルは少し引き上げレイヤーの角度でカットします。次のパネルも斜めスライスに取り同じようにレイヤーを入れていきます。パネルの引きは少しセンターライン側に引きカットします。反対側も同じようにカットしていきます。
両サイドカットできましたら、横スライスに取りチェックカットします。次に中段のブロックに移ります。センターで分けて縦スライスに近い斜めスライスにパネルを取り出し、下のガイドから垂直に切り上げるイメージでガイドを作ります。次に下のガイドから垂直に切り上げカットしていきます。パネルはオンベースよりセンター方向に引き気味でカットしていきます。わからない場合は図解も載せていますので、動画を止めてじっくりご覧ください。反対側も同じようにカットを進めていきます。次にトップセクションのカットに入ります。トップセクションは頭を四角くイメージして、この対角線上から三角に取ります。図解の黄色の部分です。次にセンターで分けて縦スライスで図の黒いボックスのようにカットします。これはトップの四角い面を作ってから破線の赤のように放射状スライスから角を取りながら頭の球体へと近づけるようにカットしていきます。縦スライスで図の黒いボックスのようにカットします。
センターで分けてトップの対角線上まで縦スライスに取り、バックセンターと同じようにカットしておきます。次にトップで分けて放射状にパネルを取り、角を取りながら球体にカットしていきます。ここの下のガイドから上に向かって丸くカットしていきます。フロントサイド近くになってきたら、下のガイドから角を落としながら、トップの角を経由してトップ中心部へと丸くカットしていきます。球体ですので、この部分がカットでミスを起こしやすい。ここがうまくできると、日本人の扁平な頭の形をきれいに出すことができるようになります。彫刻家が四角い木の塊を丸く削り出すのと同じようなイメージになります。これでバックのトップがカットできました。トップをブロッキングします。慣れないうちはフロントサイドも半分にブロッキングしてカットしていきます。フロントのアウトラインを自然な薄さにしたいので、アウトラインを作らないでカットします。次にバックは下のガイドとバックのガイドを元にカットします。反対側も同じようにカットします。
次にトップのカットに入ります。トップ床に平行にパネルを取り出し、フロントサイドをガイドにカットします。無論反対側も同じようにカットします。次に前髪をカットします。瞳の外側から上がったラインでブロッキングします。前髪は少し短めに不揃いになるように大胆にギザギザにカットします。しかし毛流れで思ったより自然になります。前髪ができましたらトップモヒカンガイドを作ります。バックでカットしたガイドをもとに床に平行より少し前が短くなる程度にカットします。毛先はチョップカットします。モヒカンガイドができましたらセンターで分けてフロントサイドのガイドに向かってカットしていきます。フロントサイドからの流れも見ながらトップへとカットを進めます。
では襟足からウェットカットで削いでいきます。根元3分の1から毛先に向かって削ぎを行います。中間部分も表情を見ながら削ぎを行います。トップは中間から毛先に向かって削ぎます。紙の毛束感や動きを出しやすいように削ぎでデザインしていきます。トップ部分も動きが出やすいように削ぎを入れていきます。多くを経験していくと、どこにどのように削ぎを入れていくとどのような動きが出るかといったイメージができるようになります。
はい、ウェットカットの終了になります。では乾かして仕上げていきます。出来上がってきました。出来上がりです。仕上がりです。はい、無造作で軽やか、遊び心のあるショートレイヤーのヘアカットを行いました。ショートレイヤーの最大の特徴は大胆に入れたレイヤーです。トップからサイド、バックにかけて長さに段差をつけることで動きと軽さを出します。レイヤーを入れるだけでなく質感調整も重要です。セニングやスライドカットなどの技法を使い、毛量調節することでより軽やかな印象になります。毛先を軽くすることで動きが出やすくなり、スタイリングも楽になります。仕上げは髪を手で握るように仕上げ、襟足部分もあまり綺麗に整えすぎないように、無造作な仕上げで古さを感じさせないように仕上げていきます。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では、今回の動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。